はい、今回は After Effects でこんな感じのワイヤーフレームから実体化する 3D タイトルの作り方をご紹介していきます。今回の作り方の内容は After Effects をある程度使えるようになって 2D のタイトルアニメーションなんかはそこそこ作れるようになってきたので、そろそろ 3D 的な要素を使っていきたいなと思った方向けのシネマ 4D ライトとエレメント 3D を使った 3D 制作のヒントのような入門的な内容となります。全体の流れとしましては、まずシネマ 4D ライトで 3D のオブジェクト、立体的な文字を作って色分けまでしておいて、それをエレメント 3D で読み込んで質感をつけてアニメーションさせて、最終的に After Effects で合成コンポジット作業を行って完成させるという流れになります。では実際に作業を行っていきます。まずコンポジション、新規、タイトル01として6秒のコンポジションを作成します。そしてプロジェクトパネルで右クリック、新規 Maxon Cinema 4D ファイルをクリックします。そしてそのままファイル名をつけて保存します。タイトル01。するとちょっと時間はかかりますが、保存した後に自動的に Cinema 4D ライトが起動します。これで Cinema 4D ライトが起動しました。今保存した新規プロジェクトファイルが開かれた状態となっています。ここにまずテキストを配置します。このフリーハンド、いわゆるシェイプツールのようなものですね。この中にテキストがありますので、テキストを選択するとテキストが配置されます。まずこの Cinema 4D ライトの画面操作なのですが、このアイコン、ここをドラッグすることで上下左右に移動。その隣、ここをドラッグすることで前後に移動。さらにその右、ここをドラッグすることで角度を変更することができます。こんな感じですね。この作業は画面上でオルトキーを押しながらドラッグで行うこともできます。オルトキーを押しながら画面をドラッグで角度。マウスホイールをグリグリするとズーム。マウスホイールを押し込んでドラッグすると上下左右に移動。といった感じで操作することができます。そして右上のパネルにこのテキストという項目が配置されています。これを選択すると下に設定項目が表示されます。まず文字を打ち替えます。こんな感じですね。次にフォントを変更します。少し読み込みに時間がかかります。次に行揃え、真ん中、位置を戻します。次にカーニング、文字と文字の間隔を調整します。3D グイを表示にチェックを入れると、こんな感じで一文字ずつ距離を調整することができます。こんな感じですね。これでベースとなる文字が設定できました。次にこの文字を立体化させます。サブディビジョンサーフェイスという項目を開くと、押し出しというものがあります。この押し出しを選択します。すると、ここに押し出しが配置されました。今これ、押し出しとテキストがある状態なのですが、この押し出しの中にテキストを入れます。テキストをドラッグして押し出しの上に移動してアイコンが下になりますね。こうすると押し出しの中にテキストが入りました。するとテキストが立体化されます。この状態でもテキストの設定と押し出しの設定それぞれ別々に設定することができます。表示、シェーディングの線にします。すると今この立体のポリゴン分割の状態が確認できます。テキストを選択します。保管方法を細分化にします。するとこんな感じで分割の仕方が変わりました。この線が後々ワイヤーフレームとして使うことになります。次に押し出しの設定を開きます。まずオブジェクト押し出し量、ここで奥行きが変わります。
ここでは25としておきます。次にキャップ。キャップをキャップとフィレットに変更すると、こんな感じで立体的な形となります。同じように後ろもキャップとフィレット、エッジの面ができます。次にもう一度オブジェクトを開いて分割数を上げます。この縦の分割数が増えます。こんな感じですね。ここでは2としておきます。そしてキャップ。あとはこの正面ですね。正面を分割していきます。タイプ。四角ポリゴンに変更。そして正方形分割にチェックを入れます。するとこんな感じで分割することができました。こんな感じですね。次に色分けを行っていきます。作成、新規マテリアル。このマテリアルで色をつけることができます。色を塗る感じですね。例えば、カラーからグレーに設定して、このグレーを押し出しに適用します。すると色が入りました。オブジェクトにも全体的に今設定した色が入った形となります。まずこれがベースとなる地の色ですね。全体の色となります。次に部分の色を作っていきます。作成新規マテリアルで赤を作ります。そしてこの赤を押し出しにさらに追加します。今黒の上からさらに赤が乗った状態となっています。そしてこの赤を選択して選択範囲に限定の項目に C1 と入力します。するとこの正面の文字の部分ですね。ここだけに色が入るようになります。次はこのエッジの部分ですね。ここに色を入れていきます。作成新規。薄黄色のような形を入れておきます。これを押し出しに適用して選択して選択範囲に限定から今度は R1 と入力します。するとこのエッジの部分だけに色が入るようになりました。これで立体の文字を作って色の塗り分けを作ることができました。さらに線、シェーディング線、こういった形でポリゴンが分割された状態となっています。シネマ 4D ライトで行う作業はここまでとなりますので、これでファイルを保存します。保存する前に注意点として編集、一般設定、ファイルの汎用変換用にポリゴンを保存。ここにチェックが入っていることを確認してください。デフォルトではチェックが入っていないと思いますので、ここにチェックを入れてください。今回ここでアニメーションはしていないのですが、アニメーションをさせて持っていくときには、このアニメーションを保存という項目も必要になりますので、両方チェックを入れておくことがおすすめです。この汎用変換用の項目を2つチェックを入れた状態で、ファイル、保存、最初に After Effects で作ったプロジェクトに上書き保存することで完了です。シネマ 4D を閉じます。そして After Effects に戻ります。では今作ったシネマ 4D のファイルを Element 3D で読み込んでいきます。レイヤー新規、平面、Element 3D として黒い平面を作成します。この平面にエフェクト、ビデオコーパイロット、エレメントを適用。エレメントの新セットアップを開いて、エレメント 3D の画面からインポート。そして保存したシネマ 4D ファイルを開く。OK。すると、こんな感じで読み込むことができました。色分けもされています。エレメント 3D のこの画面はシネマ 4D と違って普通にドラッグするだけで回転させることができます。
中のグリグリでズーム。押し込んで上下左右に移動。シネマ 4D のオルトキーなしバージョンですね。そして、こちらが読み込んだファイルですね。色分けもされています。まずこの 3D タイトルの質感を作っていきます。エレメント 3D を使うとこの質感作りがある程度プリセット化されているのですごく楽にいい感じに作ることができます。プリセット、フィジカル。これがベースとなる質感となります。いろいろあるのですが、ここではまずゴールドを使っていきます。ゴールドを入れると、もともと黒かった地の部分が金色になり、赤に入れると赤い部分も金色。そして縁ですね。これで全体的に金色になりました。そしてそれぞれの色を変えていきます。まずこの正面の部分ですね。を選択して、下に色の設定があるのですが、このリフレクティビティという項目の色を変更することで色を変えることができます。この光沢感の設定はそのまま色が変わる感じですね。一番下はベースの色ですので、ダークなグレーですね。縁はもう少し薄い感じ。こんな感じで光沢感と色を設定することができました。さらに周りの環境を設定していきます。エンバイロメント。今こういう空間、こういう部屋ですね。に、このタイトルがある状態でこの周りの光加減が反射しているのですが、この環境を変えることで反射加減が変わります。これもいろいろと場所がプリセットであるのですが、こんな感じで空間の素材があります。例えば、こんな感じですね。スタジオの写真を選択します。そして OK を押すと、こんな感じで、この空間の反射となります。少し暗いのでエンバイロメントの明るさを調整します。こんな感じですね。これで質感の設定ができました。OK で閉じます。すると After Effects 上でこんな感じで読み込まれています。次にアニメーションをつけていきます。エレメント、グループ1、パーティクルリプリケーターを開くと、ポジションやローテーションといった形で通常のトランスフォームと同じ項目があります。まずポジション Z、決め位置を作ります。時間を進めてキーフレームを設定しておきます。時間を戻して0秒でこうアップの状態ですねを作ります。レイヤー U でキーフレームを表示させて終わりのキーフレームを F9 でイーズ再生します。コンポジションがめちゃめちゃ長い。6分になっていましたのでやり直します。時間を短くしてコンポジション設定6秒ですね。そして開始のキーフレームが0秒と終了のキーフレームが4秒あたり。そして開始時はこんな感じですね。こんな感じで遠のいていくアニメーションとなります。さらにローテーション Y にキーフレームを打って最初はひねっておきます。U 終わりのキーフレームは F9 でイーズするとこんな感じですね。こ
そんな感じでベースとなる 3D タイトルのアニメーションを作ることができました。次にワイヤーフレームの素材を作っていきます。タイトル01のコンポジションをコントロール D で複製します。そしてタイトル02を開きます。複製したタイトル02のエレメント 3D の新セットアップを開きます。プリセットマテリアルのゴールド。別々ではなく今度はこのタイトル01に一括でかけます。そしてこのゴールドの設定を下に行くとワイヤーフレームという項目があります。これをオンにします。次にモードラインオンリー線だけ。こんな感じですね。そしてラインから線の色をマテリアルから元の金色ですね。するとこんな感じで最初に作った線だけを残すことができます。線の太さを大きくします。2、太すぎるので 1.5。こんな感じですね。これでワイヤーフレームを作ることができました。OK。こんな感じですね。ワイヤーフレームの 3D とベースの 3D、2つの同じ動きの素材を作ることができました。これを合成用のコンポジションで合成していきます。新規コンポジション、カット01。ここにタイトル0102を配置します。01の下にワイヤーフレーム。こんな感じですね。さらにコンポジションを作成します。マット01としてレイヤー新規平面フラクタルノイズ01エフェクトノイズ&グレンフラクタルノイズを適用します。コントラストを上げます。トランスフォームで少し大きさも調整。こんな感じですね。そして明るさを下げていって真っ暗な状態にします。キーフレームを設定。時間を進めて真っ白になるまで上げていきます。こんな感じですね。これをマットにしてタイトル01が出現するように設定します。タイトル01の上にマットを配置。タイトル01をトラックマットでルミナンスキーマットに設定します。するとこの白くなった部分から表示されるようになります。こんな感じですね。こんな感じで表示されます。そしてこのままですとこの文字は後ろに下がっていっているのにマットは後ろに下がっていっていない形になりますのでこの Z 軸の移動を合わせます。マットを 3D レイヤーにします。そしてこのタイトル01を外に表示させます。こんな感じですね。そしてエレメント 3D で U を押すとこれが Z 軸のアニメーションです。ここの動きにカット01のマットの P1 をリンクさせます。1を選択して右クリック。次元に分割。すると XYZ に分かれますので、この Z、奥行きの項目にオルトキーを押しながらキーフレームでエクスプレッションの入力モードにします。そしてこのエクスプレッションピックウィップでエレメント 3D のポジション Z の動きにリンクします。そして戻します。すると、こんな感じで文字と同じように前後に動くようになります。S スケールで大きさを合わせておきます。すると、こんな感じですね。これでこの表示範囲も奥行きを合わせることができます。
これでベースとなるアニメーションが完成しました。あとはちょこちょこっと全体の雰囲気を作っていきます。レイヤー新規、平面、青い平面を作って BG01、そして楕円形ツールをダブルクリックしてマスクの境界線をぼかしつつマスクのサイズを変更、不透明度調整、こんな感じで背景のグラデーションですね。さらに光なんかも追加していきます。レイヤー新規、平面、オプト01として黒い平面を作成します。今回はこのエレメント 3D と同じビデオコーパイロットが出しているオプティカルフレアというレンズフレアのプラグインを使っていきます。エフェクト、ビデオコーパイロット、オプティカルフレアーズ。こんな感じですね。加算で配置。ざっくり合わせておきます。そして不要な光を消していきます。オプションで設定を開きます。これ余計な反射なんかを非表示にしていきます。そして OK。次にアニメーションさせていくのですが、この文字の輪郭に合わせてアニメーションさせていきたいので、このタイトル01ですね。を選択して、レイヤー、オートトレース、アルファにします。そして OK。するとこの文字の輪郭的にトレースされます。マスクですね。M を押すとマスクが大量にあります。これをすべて選択して Ctrl+X で切り取り、オプティカルフレアのレイヤーに Ctrl+V でペースト。そしてオプティカルフレアの設定からソースタイプ、マスクを選択します。マスクオプションからマスクを選択します。マスク1、O の輪郭ですね。マスク2、O の内側。マスク3、A の外側。といった感じでマスクの輪郭に自動的に配置させることができます。ここではまずマスク1で O の外側。そして文字がついたと同時にこのマスクポジション。ここでこのマスク上のどこに配置するかを設定することができます。このあたりとしてキーフレームを設定しておきます。そしてブライトネス、明るさにキーフレームを設定して0。時間を少し進めて100。U を押してキーフレームだけ表示。マスクにキーフレームが打たれているのでマスクのキーフレームを削除しておきます。そしてもう一度 U を押して表示。こんな感じですね。明るくなるタイミングを調整します。そして時間を進めてポジションを動かします。するとこんな感じですね。タイミングを調整します。するとこの文字の輪郭に沿って光を動かすことができます。ちょっと光の形が大きいのでスケールで小さくします。
フリッカーで少し点滅的な形も入れておきます。アマウント、点滅の乗り具合とスピード。自動的に光が強弱するようになります。これで設定ができましたので、さらにコントロール D で複製してマスクを変更します。ざっくりですが、こんな感じとしておきます。そして全体のコンポジットができたので、最後にレイヤー新規、調整レイヤーで色調ですね。今回は簡単にカラー補正、ルメトリカラーでざっくりラットを入れたり、こんな感じですね。最終的に色調を作って完成となります。こんな感じですね。これで完成です。こんな感じでシネマ 4D ライト、エレメント 3D、アフターエフェクツを連携させて 3D のタイトルアニメーションを作ることができます。文字を立体化させるだけであればエレメント 3D だけで作ることもできるのですが、今回のこのワイヤーフレームの表現ですね。こういったポリゴンの分割、ワイヤーフレームの作成がエレメント 3D では綺麗に作ることができないので、今回はこの文字の立体の部分はシネマ 4D ライトで作るようにしました。ですので簡単に本当にシンプルに文字を 3D 化するだけであればエレメント 3D だけで始めてみるのもいいと思います。今回は以上です。またお会いしましょう。